皆さんこんにちは。村田治です。先日岡山での個展も無事終了しました。 YouTube をご覧になって、たくさんの方が来ていただきましてありがとうございました。で、その時にいろいろ感想もいただきまして大変参考になりました。本当にお忙しい中お越しくださった方ありがとうございました。また、秋に今度は神戸の方で個展をやる予定にしております。よろしくお願いします。それでは今日の水彩画の制作に入っていきたいと思います。こちらが資料写真になります。水のある風景を描きたかったので、この写真を選びました。これもですね、近所にある、湖というか池というかの風景になります。ですね、紙はある種になります。シート状のものから切り取ったので、サイズがはっきりしないんですけど、大体ですね F6 サイズぐらいでしょうか。鉛筆は 2B ですね。軽くちょっと見にくいかもしれないんですけども、軽く鉛筆の端っこを持って全体の位置ですね、大きな構図で捉えています。木の枝はですねそんなに正確に描く必要はないんですけれども、大きな塊で、暗いとこ明るいところをちょっと意識しながら、太い枝のところを描いています。下書きが終わりましたので、全体にスプレーで水をかけています。湿らせていますね。スプレーはこれ100円ショップかなんかで買った、アイロンの時にアイロンを当てる時にかけるスプレーのような感じがしますね。ちょっと斜めにして下書きをしていたので、色を塗るときは平らにします。最初イエローを中ぐらいの筆で全体に散らしていますね。繰り返しになりますけれども、塗る順番は明るいところから明るい色から塗っていきます。この場合はイエローですね。で、全体に葉っぱがもういっぱいありますけれども、葉っぱをね一枚一枚描くということは今回はしません。今回というかめったにしませんね。このように散らして描いています。指でですねちょんちょんちょんと筆を叩いて飛ばしています。絵の具なんですけども、パレットのご覧になっているパレットの右の上の端から順番に、ウィンザー&ニュートンですね。ウィンザー&ニュートンです。で、右の上からフレンチウルトラマリン、コバルトブルー、セルリアンブルー、
サップグリーンですね。サップグリーン、それからオリーブグリーンで、左側の端の一番上の黄色がウィンザーイエロー、ウィンザーオレンジ、ローシエナ、バーントシエナ、パーマネントローズ、ウィンザーレッドになります。で、下の段は今回は使いません。下の段めったに使わないですね。どうしてもこの色という時にだけ使うだけで、木のね、葉っぱの色をいろいろ、葉っぱの色というか葉っぱの描き方、いろんな描き方あると思いますけれども、最近はこのように絵の具を散らすやり方が多いですね。一枚一枚っていうか、ちょん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 点描のように描くやり方もありますけど、どうしてもね硬い感じになってしまうので、最近はもう散らしています。で、下の色に白を残したいので、最初からもう点描で描いています。隙間の白がちょっと光みたいな感じでですね、残したいと思ってます。資料写真のじゃあ色を見て、そのままの色をパレットで作って、それを置いていくっていうやり方ではなくて、ちょっと絵の具そのものの、今なら赤色を塗ってますけど、あんまり混ぜずにですね、パレットの上で混ぜずに、まず塗ってますよね。で、これは紙の上で、今ちょっとブルーを塗ってますけど、紙の上でですね、どうしても混ざるので、その方がなんていうかな、明るく仕上がるっていうか、あんまり濁らないというかですね。で、だから最初からこの紫で仕上げようというよりは、にじみというか混ざってくれるのを見越して、だいぶ原色に近い、絵の具の色に近い明るい色で、塗っています。個展の時に YouTube を見ていただいた方から、なるべく YouTube のですね感想をお伺いしたいなと思って、いたんですけれども、一番多かったのがノーマルスピードでやっているのが分かりやすいというご意見がとても多かったです。早送りにしないで、そのまんまのスピードですよね。で、中にはもう全然1時間過ぎてもいいと、どんどん長くてもいいよとおっしゃる方もいらっしゃいましたので、僕もですね、これからもなるべく早送りではない普通の速度でやって動画を作っていきたいと思います。もう一つですけど、
ちょっと視点が変わりますけど、自分のこう古典作品をバッと並べて、古典の時に自分の作品を見るとちょっと全体が見えるので、それに対する感想、自分の作品に対する自分の感想なんですけども、一番思ったのが、最近紫多すぎないのっていう感じですね。ちょっと紫が多すぎたかなと思っています。で、昔はですね、もっとブルーの時代っていうか、かっこよく言うとブルーの時代みたいなのもあったんで、これからちょっとまた色を少し、変わっていくんではないかと思っています。で、今というのはですね、この今ご覧になっているこの作品の動画はですね、実は古典の直前ですねに、描いた動画なんですね。描いているんですね。ですので、今このナレーションを入れてるのは、実はもう7月ですね。7月の8日で、これ描いてるのは確か4月の24日だと思いますが、それを今自分でこう客観的に見ながら喋っているんですが、やっぱり紫多いなと思いますね。これはこれでもちろん、その時の感性ですので、全然それは紫の時代ということだと思います。今これ塩をですね少し巻いてます。よくやりますけど、濡れてる間に塩をパラパラっと巻いて、で、大事なのはドライヤーで乾かすということなんですけども、実は乾かさない時もあるんですけどね、ほったらかしにして、それでもなんか結晶のようなものが結晶がうまく残って面白い表現ができると思います。今一番明るいところじゃなくて、水面の暗いところを塗り始めました。ちょっとね、時間がもう2ヶ月ぐらい空いてから自分で動画を作っているので、自分が今何やってるのかっていうのがこう客観的に見て面白いですね。もうすっかり制作してる時のことは忘れていますからね。で、水面を塗ったと思ったら、またちょっと葉っぱというか点描で描いてますね。今回もですね、なるべく編集しないでですねやっていきたいと思いますが、今これは早くもホワイトガッシュですね。ホワイトガッシュをつけて散らしています。別にこれで仕上がりを描いているというイメージじゃないんですけどね、何回も何回も重ねることによって、複雑な葉っぱの光をですね描ければと思っています。まだ全体がね濡れていますので、にじみの効果で面白い色ができればなと思いながら、いろんな色を重ねていますね。それでですね、4月の段階はこの辺で、もう古典になってしまったので制作を中止しました。で、
この後また再スタートになります。ここから再スタートです。今日は2019年の7月の6日ですね。個展前に取り掛かったこの絵なんですけれども、以前は4月の24日に描いていましたが、ちょっと個展が間に入ってしまったので、一時中止をして、で、いろいろあってまた2ヶ月ちょっとですか、2ヶ月半ぐらい経ってからまた今日から描き始めています。ではちょっとですね、勘が戻らないのですが、とにかく筆を動かしていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと再スタートした時だけ、リアルタイムで、しゃべりというか音も録音しました。ここからまた後で、収録した音になります。大きな木の部分から、描いていきたいと思います。筆をですね2本使って、こちらの方は水を含ませた筆、それから黒い筆の方は絵の具を含ませて描いて、あとぼかすと、水を含ませた筆の方で塗った絵の具をぼやかすということをしています。ちょうど上の方ですね、幹というか木の上の方は自然と上の方の葉っぱに馴染むようにぼやかしています。ちょっと資料とですね、この辺は違うところですね。資料の方は木の枝が一番上の方まで行っていますけれども、ここで上の方はもうね、枝を描かないでぼやかしていこうと思いました。で、幹がですね、後からこういうふうに絵の具を追加して、濃いところと薄いところとかが少しあるようにして、幹があまりにも平板な塗り方にならないようにしています。濡れている間に、違う色をね入れてもいいんですけど、今回は同じ色で今これぼやかしていますね。で、下のところちょっと影になるので、暗い色を入れています。木の根っこのあたりのイメージですよね。これもちょっと資料とは違うかと思いますね。資料ではこの下の部分はかなりもう全体的に暗いですよね。
この辺でですね、ちょっとあまり紫を今回は強調しないで、資料の色により近い緑を入れようと思いました。これ描いてる時にですね、ちょっと古典の時に紫は多すぎたなっていうような、紫は多すぎたというか、紫の色の絵が多すぎたので、次回描くときは少しもうちょっと自然の緑を入れたいなと思ったので、それを思い出してですね、この辺で、緑を増やそうと思いました。で、緑もですね、まあベタっと塗るんじゃなくて、やはりこのようにこう絵の具を散らしています。スピードはノーマルスピードなんですけど、こうやって見てみると結構速いですね。筆の動かし方が速いんですけど、別にこのスピードでやらなければいけないということではありません。ゆっくりやればいいと思います。なんか気が短いので、ついつい早く塗ってしまうというのと、水彩画の場合水が乾かないうちにこう絵の具を置いてにじみを使いたいっていうちょっと癖がついているので、ついついこう早く動かすというかね、早く動かす癖がついていますね。ゆっくりやってるとこうどんどん乾いてしまって、にじみができないので、乾いてしまったらまたスプレーをしてやればいいんですけれども、ここでかなり細い筆に持ち替えて細い枝を描いています。でもうこれで、終盤にするっていうか、完成に近づけていくかどうかっていうのはちょっと考えながらやっているんですけれども、もうこれはあまりこの段階でもうあまり色を重ねるのではなくて、明るく上げようかなということをちょっと考えてね塗っています。ですのでもう細い筆を使って細かいところも描きながら完成を目指そうと思っています。どこまで書き込むかっていうのはですね、その時その時の絵を見ながら決めるんですけれども、今回はねこの最初の今現在のこの色が明るくて綺麗なので、これ以上重ねて全体的にこう深みのある絵を描くというやり方もあるんですが、ちょっと明るく上げようかなと、どうしようかなと思いながら描いていますね。資料写真と比べるとコントラストの、手前の暗いところですね、左とか、左の下とかもっと暗いんですけれども、写真通りに描くと絵がね、深みがあるんですけれども重たい感じになりますのでね、今回はちょっと軽い感じに描きたいなと思ってます。ここでまた細い筆で手前のこれ草というか、
笹みたいなところを描いています。これも、もう素早く描いてますね。これ早送りにしてるわけじゃないんですけれども、これね、あんまりゆっくり描くと線が死んでしまうって言いますかね、早く描いた方が面白い線が出るので、このスピードで描いています。もちろんゆっくり描いてもいいんですけれども、書道なんかでもそうなんですけど、ある程度スピードをつけるところと、ゆっくりと描くところと緩急をつけると、作品が生き生きするというか、そういうものになりますので、この絵では特にこの細い枝とかですね、葉っぱのところを素早く描くようにしています。で、あまり点々が上の方もですね、うるさいところはこの筆の方でちょっと形を整えるというかしていますね。で、向こう側にある一番大事な真ん中辺、中心部分の木の枝を写真に沿って少し丁寧に描いています。こういう筆使いはこれはもう慣れですので、少しずつコントロールできるようになると思います。その辺がね、長く絵を描いているとだんだんコントロールできるようになると面白くなるということですね。理屈じゃなくて、なんていうんですかね、修練っていうんですか、そういう部分になりますね。ちょっとね、一番奥のところ濃すぎたので少し薄くしてます。またホワイトガッシュを小筆につけて少し飛ばしました。先ほど枝を描いた筆よりも少し太い小筆ですね。今回4本ぐらい使ってますかね、筆は。少し、こう資料写真を見ながらゆっくりと最終的な仕上げに向かって、描いていますね。この辺はメインのところですね。この辺を丁寧に描くと絵がぐっと良くなります。良くなるっていうのは難しいですね。ぐっとリアリティを持ちますよね。はい、ちょっとボートに乗った人を描きたいな。ちょっと下書きをします。ここにしよう。
今回ところどころですね、描きながら喋っている音声も入れてます。船に乗った人をですね、絵の中に入れたいので、スケッチブックに鉛筆で簡単にちょっとこんな感じかなっていうので書いて、大きさとか形とか簡単ですけどね、あんまりリアルに書かないのでちょっと一回書いてみてから絵の中に実際に書いてみます。で、ここに船を入れるっていうのはちょっと考えてなかったんですけど、やっぱり人物入れたくなっちゃうんですよね。それで、小さな人物を入れてみました。風景だけでもいいんですけど、ちょっと寂しいというかね、絵としてもう少し物語性を入れたいというか、そういう思いで、急遽書き込みました。これでいいかな。練り消しゴムで鉛筆のラインを消しています。鉛筆のラインは、消さない場合も多いんですけれども、今回は消しました。ちょっと水面もね、軽く描いてみたいと思います。意外とね、こういう小さな人物でも慣れてないと難しいかもしれません。そんなにね難しくないですけど、何回か描いてると描けるようになると思います。
ちょっと気になったところですね、濃いところを少し薄めたり、あとこの船のところ、人物のところもちょっと濃すぎたので、濃すぎたというか、輪郭がくっきり出すぎたのでぼやかしています。水をつけた筆で少しぼやかしました。手前の水面のところにちょっと突き出ている枯れ木といいますかね、丁寧に、もう少し丁寧に描こうと思っています。形をね、コピーするというよりも、暗いところの影ですね、木の、この場合は木の影の部分を、面で描くというか、そういうイメージですかね。あと水面にちょっと映っている部分ですね。この辺は資料写真を、ゆっくり見ながら描いています。もうちょっと水面の草も描き加えています。先ほど細い筆で素早くね描いた部分ですけれども、最終的にちょっと丁寧に資料写真を見て、部分的ですけれども、草をゆっくりと描き込んでいます。はい、もうこれでだいたい出来上がりですね。今回あまり暗くしませんでした。手前の暗いところとかコントラストを際立たせるという描き方をしないで、全体明るく仕上げました。で、こちらが完成後ですね。ちゃんとした写真機で、カメラで撮った画像になります。皆さんどうもここまでご覧くださりありがとうございました。今回の描き方はですね、そんなに難しくないので、葉っぱの部分ですね、こう絵の具を散らして、葉っぱを描くというところ、そこに枝を後から描き込んで
いくということですね。それだけでだいぶ森というか木の雰囲気が出ているのではないかと思います。水彩画を描いている間はですね、ちょっと瞑想の時間に似ているんではないかと思います。精神的にすごくプラスになるのは間違いないと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。では水彩画で幸せになってください。